はい、Nexus 3新機能解説第2弾となります。今回で解説完結となりまして、進化したアルペジエーター機能、トランスゲート機能、そしてエフェクト機能について進めていきます。まずはアルペジエーター機能を確認していきます。このアルペジエーターメニューをクリックしてアクセスします。まずこのアルペジエーターという機能は、シンセサイザーの王道手法となっていまして、和音の伸ばしで演奏された演奏を異なるタイミングで演奏させてフレーズを作るという機能になっています。現在のサウンドはこのような形。ソロにしますとこんな感じですね。このサウンドに対してアルペジエーターを適用します。アルペジエーターを適用したいレイヤーパート、もしくは全体、メインを選択します。現在このプリセット、レイヤーが1つしかありませんけども、前回の解説でご覧いただいたように、レイヤー2つ目、3つ目があった場合ですね、特定のレイヤーのみに対してアルペジエーターを適用可能です。メインは複数のレイヤーがあったとしても、全レイヤーに適用されるという形。最も使用頻度が高いのがメインかと思います。目的の項目を選択して、こちらアルペジエーターボタンを入れます。この時点でこのような演奏になります。このようにですね、有名なアルペジエーターサウンドとなります。もちろんこの状態からアルペジオをカスタマイズ可能です。この上部分に関しては Nexus 2でも解説していますので、詳細はそちらをご覧いただき、ここでは簡単に説明します。まずモードからですね、ピッチの推移を指定します。演奏されたコードが下から上に上がっていくのか、下がっていくのか、などを指定できます。ポリは分散ではなくて、和音全体がバッキングのように演奏されます。スピードはですね、現在8分音符となっていまして、8分音符で演奏されます。これを16分。符点や3連符から指定できます。ゲートは演奏される音の長さ。ノリのいいところをですね、探していくという感じになります。シャッフルは現在選択している音階を跳ねさせることによってノリを作ります。このような形ですね。あまり上げすぎますとフレーズ自体変わってしまいますので、ノリを出したいといったときは隠し味程度に入れておくのがコツです。またこのシャッフルはスピードの音階が16分音符、もしくは32分音符の時に機能します。それ以外の音符では機能しませんので、この点にご注意ください。オクターブは演奏されるピッチの広さ。現在1オクターブですので、打ち込まれたノートのみが演奏されますが、2にしますと、現在のものに加えて、1オクターブ上のノートも演奏されます。同様の考え方で3オクターブ。このように簡単にフレーズを作っていきます。そして今回、プリセットというものが用意されていまして、豊富なアルペジエーターのフレーズが収録されています。目的のプリセットをダブルクリックしますと、このように読み込むことができます。今お気づきの方いらっしゃったと思うんですけども、このアルペジオのフレーズが最後までいかずに頭に戻る場合があります。これはこのように、途中でコードチェンジがあり、すべてのミディノートが再度打ち直されている場合ですね。この部分でアルペジエーターは頭から演奏し直すリスタートをかけます。これを回避する方法2つありまして、前のコードと次のコード、共通音がある場合は、これをですね、つなげてしまうと。こうしますと、この長さの分、アルペジエーターは頭に戻らず演奏を続けます。今回の楽曲のように共通音がないという場合もあります。そうした際はですね、ほんの少しでもいいので、前のコードのノートを次のコードにつなげておきます。こうしますと、同様にアルペジエーターのリスタートはかからず演奏を続けるという形です。この2つの方法、ぜひ覚えておいてください。そしてこの中央部分のフレーズ、この部分も自由にカスタマイズ可能になっています。既存のノートをですね、右クリックしますと削除。何もないところを右クリックすることで追加を行うことができます。そして上下ドラッグでこのようにですね、演奏するピッチを変更することができます。この際ですね、半音単位の移動が可能ですけども、マウスで行うとちょっと動きすぎたりということが起きます。そうした際ですね、キーボードの上下矢印キー、
これを使用すると、このような形で微調整を行えるほか、シフトキーをしながら上矢印で1オクターブ上に移動。逆にですね、下矢印で1オクターブ下に移動と。またこのノートのお尻部分をドラッグすることで、演奏の長さを変更することが可能です。このように整えますと、ダウのピアノロールの感覚でエディットが行えます。またこの下部分は強弱のニュアンス、ベロシティに対応しています。このようにですね、ドラッグすることで簡単にリズムにアクセントを与えることができます。このようにフレーズを作成した後は、プリセットとして保存が行えます。この部分、ダブルクリックしますと、名前を付けることができます。名前を付けた後は、右のメニューをクリックしまして、セーブプリセットを選択します。そうしますと、このプリセットの中、保存したものが表示されますので、他のネクサス、別の楽曲で使用できるという形です。もう一つ、前回の解説でも触れましたけども、メニューの中にロックドというものがあります。プリセットを切り替えたとしても、アルペジエーターが維持されます。フレーズを保ったまま音色を差し替えられますので、非常に便利かと思います。続いてトラックを変えまして、このアルペジエーターの新機能、このシーケンスモードについて確認していきます。ダウのピアノロールのような構造になっていまして、目的のフレーズを入力することで、伸ばしのノートでこれを演奏させることができるという機能です。まずこちら、モードをシーケンスに変えまして、進んでいくスピードを決めます。16分音符にしましたので、この1マスは16分音符ということになります。今ですと16部が4つ、1拍のフレーズになり、長さが足りませんので、そういった時はこちらレングスですね。これをドラッグして調整します。ここでは16マス、1小節カントします。このレングスは先ほどのアルペジエーターも共通していまして、レングスから同様にアルペジオのパターンの長さを決めることもできます。それではシーケンスに戻りまして、ノートを入力していきます。ノートがない部分を右クリックすることでノートの追加、ノートを右クリックすることで削除という形です。こんな感じでですね、ノートを入力していきます。またノートの後ろを左右ドラッグすることで、こんな感じで長さを設定することも可能です。このような形にしてみました。これで確認してみますと、このような形でノートが伸ばされている間、この区間のフレーズを繰り返します。ここで一つ注意点がありまして、現在この楽曲のキーが e マイナーです。そのため、現在ノートはこちら E に打ち込んであるんですけども、このノートのピッチを基準として、ネクサスでフレーズを作りますので、ネクサス上ではこちら C となっていますけども、実音は E ということになります。例えばこれを A にした場合ですね、こちらの C でなる実音は A ということになりますので、この点ですね、混乱がないようにご注意ください。続いてこちら、トランスゲート機能になります。この機能を有効にするだけで、伸ばしているノートにバッキングの効果を与えることができます。オンにしますと、アルペジエータと同様にレイヤー別にも適用できます。何もないところで右クリックを行うと追加。逆にノート上で右クリックで削除と。これはアルペジエータと同様ですね。モードからモノの場合は左右同じバッキングパターンなんですけども、ステレオを選択することで左右で刻み方を変えることができます。スピードは1マス32分音符になっていますけども、こちらから1マスの音階を変えることができます。これで確認してみますと、このような形ですね。左右にも広がりが出ます。プリセットも豊富に用意されています。ダブルクリックで読み込みを行います。かなり使えるパターン用意されていますので、楽曲に合わせてですね、パターンのカスタマイズ行ってみてください。そして今回の最後に、進化したエフェクトセクションを確認していきます。エフェクトへのアクセスはこちらエフェクツメニューをクリックします。この上がエフェクトの種類となっていまして、クリックでオンオフを切り替えることができます。このフィルター、ディレイ、リバーブに関しては、左右のパネルの項目と連動しています。そのため、この部分をオフにすれば、サイドのパネルのエフェクトもオフになります。シンプルにですね、色分けされていて非常にわかりやすい設計です。こんな感じですね。非常に直感的に操作を行うことができます。
少しハイも落としておきましょう。EQ はですね、全部で4ポイント用意されていまして、不要なポイントはオフにしておくと、このように非表示となります。EQ のポイントを選択してドラッグ。もしくはですね、この左右のパラメータから変更することができるという感じです。インサートは前と後ろですね、4つ用意されていまして、インサートの中に好みのエフェクトを立ち上げることができます。歪み系。こちらですね、ドライウェットがついていますので、かなりですね、エフェクトの調整、バランスが取りやすいです。もしくはこのようにですね、トークボックスなど特殊系のエフェクトも用意されています。はい、といった形で Nexus 3の解説、全2回にわたってお届けしてきました。冒頭にもお伝えしたんですけども、優秀なサウンド、あらかじめ用意されていますので、好みに合わせて選択。そのまま使用してもいいですし、好みに合わせてカスタマイズしていくという使い方もおすすめです。またですね、ジャンル別で拡張プリセット、非常に豊富に用意されています。すべてですね、購入するとかなりの金額になってしまうんですけども、目的のジャンルに合わせて購入しておくと、さらにサウンドのバリエーション広げられるかと思います。このようなシンセ探していたという方は、ぜひお試しください。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。